動画を始めても、一人、守れなかったものの大きさが身に染みます。と、まあ落ち込んでいても意味はないので、今回も進捗をどんどん達成していきましょう。何しとるん？まずはハニカムを銅に塗って、進捗、錆止めを達成しました。なんかちょっと、ベトベトしそう。それから、的を作りました。これを設置して、30ブロック離れたところから、中心を射抜きます。射抜きます。射抜き、射抜きました。そんなこんなで、挑戦、的中を達成しました。ベベベ、別にズルなんて、してない、よ。と、せっかくなので、的はそのまま置いておくとしましょう。ふうふうふ。令和の夏の夜市とは私のことですよ。それから、久しぶりにウパ太郎とお出かけします。結局、まだ一緒に戦う進捗を達成できてないのですよ。と、これまでは本当に一緒に戦ってたので、今回はちょっとギリギリまでウパ太郎に頑張ってもらって、最後だけ私がやる作戦で行ってみます。と、今や、達成できました。いや、マジで達成条件がよくわからん。まあ、マイクラの進捗って結構こういうことあるよね。ネザーにやってき、何なんですかこいつら。びっくりしました。ネザーゲートを囲ってないとこういうことはたまにあるけど、こんなに大集団で待ち伏せされたのは初めてです。この皆さんみたいな頭をしてるやつ、あまり近づきたくない。と、ソウルサンドの谷にやってきました。サイゼリヤさんもいて、盛り上がってますな。それから、バーミヤンの火の玉を弾き返して、挑戦、差出人に変装を達成しました。当てどころに立つね当たりません。と、これは、砦の要塞ですかね。中を覗いてみたら、うようよいました。なんか、昔話みたいな構図だな。さてさて、宝箱の中身は？もう一つの宝箱には、ダイヤピッケルが入っていました。と、あとはこっそり像をきれいにして、撤収。ロードストーンにコンパスを同期して、進捗、この道をずっと行けばを達成しました。あの街に、続いてる、気がする。と、ロードストーンを使うと、コンパスがストーンの置いてある場所を示すようになります。遠征するときに重宝しそうですね。ロードストーンは、ネザーにいても有効なので、ポータルの前に設置しておけば、もう迷子になることもありません。これで安心して探検できるってもんです。玄武岩の三角巣を探索中。そしてネザー要塞を発見。と、要塞に入ったことで、進捗、恐ろしい要塞を達成しました。ネザー要塞、昔はそこら中に生成されてた気がするのですが、少なくなった？早速チェストを発見。中身は、ダイヤが入ってるからまあまあかな？と、ウィザースケルトンがいました。ウィザスケさんは直接触れるとウィザー状態になってどんどん体力が削られてしまうので距離を取りながら攻撃します。と、ポテトの親父もいますね。ポテトヘッドは浮遊するので倒してもドロップアイテムを回収できないことがあってつらたん。なんだか見たことのない森がありました。真っ赤なネザーの中に真っ青なバイオーム。ちょっと気持ち悪いですね。と、シンクの森、ネザーの荒れ地、ソウルサンドの谷、玄武岩の三角巣、歪んだ森とすべてのネザーバイオームを踏破して、挑戦、ホットな観光地を達成しました。そうだ、ネザー、行こう。マイクラ老人なので、まだまだ新しいネザーには慣れてないんだけど、本当に賑やかになりましたよね。ポテトスポナーを見つけました。ポテトスポナーは普通のスポナーより明るくしないと機能が停止しないので、ジャックオーランタンを持ってくるのがおすすめです。私はもちろん忘れてきました。マグマキューブもいました。ネザー版のスライムみたいな感じで、同じようにダメージを受けると分裂します。小さくても攻撃してくるので、油断なりません。マグマクリームも落としてました。あとは、ネザーウォートも回収。よし。とまあ、そんなこんなで色々なアイテムが集まってきたので、一旦拠点に戻ってきました。と、休憩しながらコンポスターで小麦の種を不思議な白い粉に加工中。
警察に見つかると面倒なので、ひっそりやっていきましょう。再びのネザー。と、ピグリンに金のインゴットを渡しました。この成金豚野郎とは、金を使うことで物々交換することができます。と、今回は水入り瓶でした。ゴミを渡しやがってこのブルジョワ豚が、と思ったけど、水のないネザーでは結構貴重品だったりするのかな。それから、金の装備を脱いで、襲ってきたピグリンの気を金のインゴットで反らして、進捗、わーいピカピカを達成しました。ちなみに、物々交換が終わるとまた敵対します。変わり身が早すぎる。釣り竿に歪んだキノコをつけて、歪んだキノコ付きの棒を作りました。キノコのついた棒です。この棒を持っていると、うわ、こいつが近づいてきます。このストライダーというやつは、サドルをつけることで頭の上に乗ることができます。なんか、ベタベタしてそう。と、そんなこんなで歩いていると、進捗、足のついたボートを達成しました。もはや、物扱い。拠点に連れてきました。なんか、顔色悪くない？ということで、途中にマグマ休憩を挟みながら、地下空洞まで連れてきました。と、ここには大きな溶岩湖があるのですよ。ああ。そんなこんなで、ストライダーでオーバーワールドの溶岩湖を泳いで、進捗、実家のような安心感を達成しました。なーにが里帰りじゃ。と、いらなくなったストライダーは、水の中に沈めておきました。サドルもリサイクルできて、いい感じ。と、それからネザーになかったものを探して、荒廃したポータルにやってきました。と、これ。泣く黒曜石を手に入れて、進捗、玉ねぎを切っているのは誰？を達成しました。私だ。泣く黒曜石からもアイテムを作れるみたいなんですが、それはもうちょっと、後の話。さて、ブレイズロッドからブレイズパウダーをクラフトして、エンダーパールにまぶして、エンダーアイを作りました。エンダーアイを使うと、こんな感じで、何かに引きつけられるように飛んでいきます。ということで、エンダーアイが指し示す方角に向かって進んでいきます。少し歩いてきたら、向きが変わりました。と、大まかな位置が分かったので、地下を掘っていきます。洞窟に出ました。それからしばらく探索していると、はい、エンド要塞を発見しました。エンド要塞に侵入したことで、進捗、アイスパイを達成しました。エンド要塞には、エンドという世界につながっているポータルが設置されているので、それを探していきます。図書室を見つけました。エンチャント施設はもう作ってあるので、あんまり使い道もないんだけど、とりあえず回収しておきます。チェストの中には、エンチャントの本が2冊入っていました。ちょっとラッキーな気分。エンドポータルを発見しました。と、このスポナーはシルバーフィッシュですね。シルバーフィッシュさんはちょっと可愛い気もするけど小さくて攻撃しづらい厄介な敵さんです。エンドポータルにはエンダーアイが一つだけハマってました。これならギリギリ手持ちのエンダーアイで。あれ、消えた？と、そんなところで今回の動画は終了とさせていただきます。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバイ。